こんにちは。ヤンモという名のタヌキです。今回は日本から24時間かけてアメリカのラスベガスにやってきました。あまりにもラスベガス感がない風景なので、本当にラスベガスに来たのか疑っている人もいると思います。そんな人はこちらをご覧ください。割れた窓をビニールで代用するという社長嵐上等のアメリカスタイル。これで漏れなく全員ラスベガスに来たことを信じてくれたと思います。ラスベガスといえばカジノですが、カジノにあるほとんどのゲームはカジノ側が有利に作られているので、何も考えずに遊び続けると帰る頃には、やらなきゃ iPhone 変えたななどと世界一無駄な妄想をする羽目になります。しかしポーカーという他の客と勝負するゲームだけはうまくプレイすればお金を増やすことができます。本当だよ。ということで今回は世界で一番有名なカジノと言っていいベラージオというカジノで510ノーリミットホールデムというポーカーをプレイしようと思います。ポーカーのルールは皆さんの心が折れない程度にいい感じに説明するので、歯を食いしばってついてきてください。あとテロップが欲しい人は YouTube のテロップ機能を使ってみてくださいね。最初の手札はキングとクイーンのマークがバラバラのハンド。個人的にはあまり信用してないですが、ぼちぼち強いハンドらしいです。8人のうちの5人が勝負から降りたので、30ドルをベットしてすでに場にある15ドルを取りに行きましょう。すると残りの2人が同じ30ドルを場に出して勝負に乗ってきました。正直、バラバラのキングとクイーンなので、降りてくれても全然良かった。3人が同じ額のお金を場に出したので、場のカードが3枚表向きになります。テキサスホールデムは、5枚の場のカードと2枚の手札を合わせた中から5枚を抜き出して役を作るゲームで、勝負に参加している人の中で一番強い役を作った人が勝ちになるルールです。ここで役の種類を説明しだすといつまで経っても画面が止まったままなのであまりに適当ですが、1ペアよりも2ペアが強い、ストレートよりもフラッシュが強いことくらいを覚えておけば OK です。そして今回は最初の3枚が開かれた時にすぐ他のプレイヤーが60ドルをベットしてきました。もう一人いたプレイヤーはちょっと悩んで勝負から降りました。降りることをホールドと言います。自分は現状役はない状態で強くはないですが、ジャックが出ればストレートなのと、キングかクイーンが出れば10の1ペアを逆転できるので、同じ60ドルを出して勝負を継続します。4枚目の場のカードはエースのクラブです。すると相手はすぐさま様子見のチェックをしてきました。恐ろしく早いチェック。俺でなきゃ見逃しちゃうね。もし相手が10を持っていた場合、相手をホールドさせたいので、自分の役は弱いですが、ここは160ドルをベットしていきます。大丈夫ですか？私が何言ってるのかわかりますか？すると相手は少し悩んだ後に同じ160ドルを場に出してコール。勝負に乗ってきました。いやマジで降りて欲しかった。160ドルあれば回らない寿司食べられるからね。5枚目の場のカードは6のスペードです。手札と合わせればフラッシュを作ることができるカード。ここで相手は300ドルのベットをしてきました。ポーカーエンジョイ勢のこのおっちゃんがフラッシュが完成する5枚目で300ドルベットしてきた。これはめちゃくちゃ強いことを示しています。テストに出るので覚えておきましょう。自分の役は何もできていないので、ここはホールドします。相手の勝ちで勝負が終わった後に、相手はジャックと8のスペード2枚を見せてくれました。フラッシュが完成していますね。ということで記念すべき最初のハンドは、お金を増やすどころか250ドルお金を取られてしまう結果となりました。冷静になって考えたら、一瞬でお金減りすぎじゃない。恐ろしいゲームです。次はキングと10のどっちもスペードのハンド。他のプレイヤーが場に30ドルを出して、さらにもう一人勝負に参加している状況。今回はすでに場に10ドルを出していたので、このハンドなら自分も参加しちゃいましょう。4つあるマークの中でスペードが一番美しいと感じるのは私だけでしょうか。最初の3枚の場のカードはキングとクイーンとに、自分はキングのペアが完成しました。やったね。最初の3枚は全員様子見のチェック。4枚目の場のカードは2のハート。場のカードでペアができたので、ボードの4枚と自分のキングだけで役が完成します。
なのでエースとキングの2枚を持たれているパターン以外は基本的にキングヒット同士の戦いは引き分けです。あ、ちょっと何言ってるかわかんないって人はシカトしちゃって大丈夫です。野球のルールでいうところの3バンド失敗はアウトになるくらいのやつなので覚えなくて OK。 ここは一番最初にベットしてきたプレイヤーにベットして欲しかったので様子見のチェックすると、最初にベットしてきたプレイヤーもチェックして2人目のプレイヤーが30ドルをベットしてきてくれました。しめしめ。ここはもちろん喜んで勝負を受けます。最初にベットしてきたプレイヤーはホールドしました。5枚目のカードは4のダイヤモンド。様子見のチェックをすると相手は引き続き50ドルのベットをしてきました。ここはポットに対して小さめのベットだったのでキングヒットでコールしましょう。するとここで相手のおっちゃんがちょいハンド見せてや的な感じでもじもじかわいいね。ルール的にはおっちゃんが先に見せないといけないですが、もじもじしてるおっちゃんがあまりにもかわいいのでこっちが先に見せちゃいます。キングと10をショーするとおっちゃんが A ハンド持ってるなって言いながらキングと7のバラバラハンドを裏向きにして場に捨てちゃいました。いや、おっちゃんそれただのキングヒットだから引き分けだったよ。けど今回はおっちゃんがハンドを裏向きに捨てたのでバニアルチップを全部もらえることになりました。自分が堂々とハンドを見せたおかげかな。もじもじしてくれてありがとうおっちゃん。ベラージオの5.10ではディーラーが公開する30分ごとにダブルボードボムポットと呼ばれる初めて聞く人には呪文みたいな特殊ゲームが開催されます。通常のゲームよりもギャンブル性が高いので人によってはクソゲーという人も。ダブルボードボムポットは参加希望者にハンドが配られたら2つの場のカードがそれぞれ3枚開かれます。その後の流れはいつも通りなんですが、場のカードが2つあることによって片方で勝ってるけど片方で負けてる状況がよく起こります。しかしそんなダブルボードボムポットでクイーンと5のどっちもダイヤモンドが配られ、片方の場のカードでトップペア、もう片方のカードで2ペアを作ることができました。両方の場のカードで強い役ができることは結構珍しい。大体どっちかは買ってるやろ知らんけど。参加者5人のうち4人がチェックしたのでここは120ドルをベットしていきます。正直ここで全員降りちゃうかなと思ったけど1人だけ勝負に乗ってきてくれました。一体どんなハンドを持っているんでしょうか。4枚目のカードはキングと7。まだまだ勝ってるところは多いので280ドルをベットして相手のチップを引き出していきましょう。すると相手はすんなりコール。あれ、もしかしてこれ負けてますか。5枚目のカードは4度ジャック。するとここで相手が全てのチップをかけるオールインをしてきました。いや、これは困りました。相手のハンドがキングとクイーンとかなら負けてるけどどちらの場のカードもフラッシュを作れないし、さすがにどっちかは勝ってると考えここは歯を食いしばってコールします。相手が見せてきたのは7と6のバラバラのハンドでした。こちらが2ペアのボードでストレート、トップペアのボードで2ペアを作られていました。いや、確かにそのハンドにはどっちも負けてる。クソゲー確定です。この後ヤンモがボムポットに参加する回数が激減したのは言うまでもありません。とはいえ一晩寝たらまた普通に参加しちゃうんだけどね。次のハンドは通常のゲームに戻ってエースとエースのペアが配られました。通称 A シーズ。2枚の時点では最強のハンドでどのハンドにも 80% 前後の勝率を持っているまるで夢のようなハンド。ただしそれがただの夢で終わってしまった時は大金を失いがちなのが辛いところです。 A シーズは最強ハンドなのでここはもちろん鼻息を荒くして掛け金を上乗せしていきます。すると相手はなんとさらに掛け金を上乗せしてきました。ダメだ、まだ笑うな、こらえるんだ。場のカードが出て相手が降りてしまったら困るのでここはオールインで返します。すると相手はこちらがオールインすると同時にコール。もう笑っていいかも。 A シーズを見せると相手はキングとキングのペアを見せました。現状
圧倒的な勝率がありますが、万が一場にキングが落ちると負けてしまいます。最初の3枚にキングはなし。しかし4枚目にキングが落ちてしまいました。いやなんか、キング落ちる気がしたんですよね。こういう嫌な予感って的中率高いと思いませんか？ポーカー開始からとんでもないマイナススタート。アメリカンドリームは、なかった。次のハンドはクラブのジャックと10です。見た目もなんだか仲良さそうな2枚です。まず、自分よりちょっと前のおっちゃんが、様子見みたいな入り方をします。ここは50ドルにして勝負を仕掛けます。すると後ろの人もついてきたのですが、様子見してたおっちゃんが、さらに金額を上げてきました。うわ、急に強そうです。このおっちゃんにハンドの強さが負けていることはほぼ確定ですが、後ろにいるプレイヤーもついてきてくれたら、勝負する価値があるなと思い、コール。そしたら来ました。後ろの人もついてきました。信じていましたよ。そして場に出た3枚が、なんと、ジャック、ジャック、ジャックです。ちょっと待ってください。ジャックだらけです。こんなん、ジャックの同窓会やん。ヤンモはジャックを持っているので、ほぼ最強の役、クワッツの完成です。やったー。ただ、おっちゃんもここで、すぐ130ドルをベットしてきました。いいんですか？しかも雰囲気的に、いやわし、かなりの持ってるで、って顔をしています。ここは無理に大きくせず、一旦落ち着いて様子見です。後ろの人は降りて、勝負はおっちゃんとタイマンです。この時点でヤンモは、おっちゃん、多分めっちゃ強い2枚持ってるな、と読んでいました。でもですね、それでもこっちは、もう最強状態です。落ち着いて、しっかり回収しに行きましょう。4枚目は5のステード。するとおっちゃん、またベットしてきてくれました。しかも、おっちゃんの残りのチップがもうそんなに多くありません。ここはもう、どっちみち降りないだろうと思って、オールインしていきます。するとおっちゃん、秒でコール。早いです。0.2 秒くらいで決めていました。相手のハンドは A シーズで、2番目に強い役でした。ということでチップを倍にすることに成功。この日かなり苦しかったのですが、この1回でだいぶ救われました。大負け回避。ジャックの同窓会に感謝です。ただ、早く起こしてくれない。お次のハンドはダイヤの9と8。見た目は地味でも、たまに夢を見せてくれる子です。今回、一番最後に動ける場所にいるので、ちょっとやりやすいですね。ここは30ドル入れて、先に仕掛けてみました。すると、すぐ左のプロがコール。さらにおっちゃんもコールです。2人ついてきました。人気者すぎませんか？ヤンも。3人で見た場のカードは、エース、ジャック、2です。ヤンモにはまだ強い形は出てません。しかしここは40ドルベッド。ちょっと強そうにして相手を下ろす。はったり作戦でございます。するとプロはコール。おっちゃんはホールド。おっちゃん、ここは早かったです。見切りがすごい。次の1枚は A です。おやおや、エースが2枚になりました。そしてヤンも、ダイヤをもう1枚引ければフラッシュになるいい形になりました。ここでまた相手はチェック。打つのもありなんですが、今回はチェックにしました。最後の1枚をお安く見に行こう作戦です。そして最後の1枚は8。8のワンペアになって、ちょっとだけマシになりました。するとここで相手が60ドル打ってきました。おっと、結構小さめです。エースが2枚見えてるので、エースを持ってる確率も低そうです。なので、ここで打つのちょっと変な気もするんですよね。その他にももろもろ考えたんですが、ここはハッタリを捕まえに行っちゃいましょう。さあ、相手のカードは、キングとクイーン。おお、やっぱりハッタリでした。派手な勝ち方ではないですが、こういうの気持ちいいんですよね。相手のいけるやろに対して、
いや、あかんです。ノコール。ということで今回は、しっかり見抜いて勝利でした。お次のハンドは、8が2枚。なかなか頼もしいスタートでございます。ぼちぼち強いハンドなので、30ドルを場に出して勝負していきます。すると、2つ左に行ったプロのジェフェリーノさんが、100に掛け金を引き上げてきました。このジェフェリーノさん、強いのにめっちゃいい人なんですよね。いるだけでタクがちょっと明るくなる、ずるいタイプです。ヤンモはここ、コールします。めくれた3枚は、ジャック、7、4。しかも全部バラバラです。ヤンモはチェック。するとジェフェリーノさんが70ドルベット。まだ勝ってそうなハンドも多そうですし、金額も小さめなので、ここはコールです。次の1枚は、難度8。うわ、来ました。ハンターハンターで言うと、強さがプーハットから減するくらいに急成長。でもここは落ち着いてチェックします。するとジェフェリーノさん、今度は250ドルベット。ここで掛け金を釣り上げると、違和感があるかなと思い、ここは、コールするだけにしておきます。そして最後の1枚が、また8。ちょっと待ってください。8が4枚揃いました。またもや最強役完成です。そんなことあります。内心、ニヤニヤです。ここでいきなりオールインも少し考えたんですが、少し前に、ジェフェリーノさんが大きくハッタリをかましていた場面を見ていたので、ここはお願いですから打ってくださいの、チェックにしました。するとジェフェリーノさん、かなり長く考えます。もうこの時間、ヤンモの心の中は、恋です。そしてついに、オールイン。よっしゃ来た。ヤンモ、ほぼ反射でコールです。しかも速攻でカードも見せます。こういう時、相手がハンドを表向きにするまで待つのもありなんですけど、なんか感じ悪いので、ヤンモは即オープンでございます。いやー、これは気持ちいいです。かなり取り返して、ほぼトントンまで戻ってまいりました。本日紹介するラストのハンドで配られたのは、キングとジャックのバラバラのやつ。強そうでいて、ちょっと油断ならんやつです。しかも今回は、ストラドルポットでございます。これは、最初からいつもより大きいお金が出ていて、初めから勝負が荒れやすい、そんな特別営業みたいな状況です。ヤンモはここで、60ドルを場に出して勝負を仕掛けます。すると、すでに20ドル出していたプロがコールしてきました。もうこの時点でちょっと嫌です。最初の3枚は、キング、クイーン、9。しかも全部クラブ。はい出ました。見た目からして物騒なやつです。相手はチェック。ヤンモはキングのペアを完成させてて、ひとまず当たりではあるんですが、安心してどやれる形でもなし。クラブ3枚でフラッシュも怖いですし、ここはあえてチェック。相手に後からベットさせたろか作戦です。そして4枚目は8。この辺から、なんか嫌な形も増えてきまして、空気がじわじわ重たいです。相手、ここで170ドルのベッド。サイズがでかい。いや、急に圧が強すぎませんか。ただ、最初の3枚でヤンモがチェックしたことで、ハッタリも出やすい流れです。嫌な予感はしつつも、ここはコールします。最後のカードは2。頼む。静かに終わってくれと思ったんですが、相手が700ドルの特大ベッド。クソでかいです。何ですかその金額。家賃の請求ですか。とはいえ、クラブ1枚だけでのブラフもあるし、ヤンモはジャックを持ってるので、相手のストレートもちょっと減っております。なので、めちゃくちゃ嫌でしたけど、ほんまに嫌でしたけど、しぶしぶコールです。で、相手の見せたハンドは7のフラッシュ。ゴリゴリの負けです。いやー、しんどい。しんどすぎる。フロップでチェックしたのは、そこまで悪くなかった気はするんですけどね。やっぱりプロ相手は、ほんま難しいですわ。
ちなみに今日は9時間30分ほどプレイして、トータルは8ドル勝ち。序盤に2000ドル込んでからのプラス着地なので、これはもう実質気分的には優勝です。大勝ちではないんですが、こういう生き残り方も立派な勝ちでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほなまた。